こんにちは、アキベドルです。今回は、サバイバルモードの攻略法について解説していきます。今持ってる知見をすべてこの動画にぶち込んだつもりなので、少しでも参考になれば幸いです。まずは武器の選び方から。ぶっちゃけ何でもいいです。自分の好きな武器を使いましょう。どれを使うか迷ってる人は、まず刀はあまりおすすめしません。刀は、抜刀後数秒間だけ威力が上がるという武器。まず納刀状態だと立体起動できず、一時的に片手で立体起動することになります。その上抜刀直後の攻撃力もそこまで高い感じでもないので、ロマンを求めてる人以外は他のを使った方がいいです。このナタ包丁のような武器も、重すぎるためかなり扱いづらいです。威力はかなり高いですが、機動力がなくちゃ僕らは無力なので、ロマンを求めてる人以外は他のを使いましょう。おすすめはこの二股ブレードです。耐久力は低いですが、サバイバルの無垢の巨人は全てワンパンで倒せるので問題なし。この武器は消費するガスの量が少なく、加速度も高いので巨人に掴まれる確率が減るかと思います。一番のおすすめは雷装です。なぜならかっこいいから。これ以外に言うことないです。雷装を使ってみるとこんな感じになります。雷装は扱いこそ難しいですが、逆に言えば扱えるようになれば楽しいです。なんなら扱えなくても楽しいです。雷装はアンカーのカーソルへ向かって飛ぶので、それを意識しましょう。結論、武器選びに迷ったら、二股ブレードや黒刀をおすすめします。もしくは雷装。ここからは攻略の解説をしていきます。サバイバルモードとは、30分で巨人を100体討伐するモードです。無垢の巨人はワンパンで倒せますが、鎧の巨人は体力が多いです。無垢の巨人は、首にアンカーを刺し、旋回をして同じに攻撃していきます。旋回するときは、アンカーは片方だけ刺した方が回りやすいです。巨人の部位に近づくと、自分とその巨人はスローになりますが他の巨人はスローになりません。そのため、スロー中に別の巨人が近づいてきてスロー解除直後に掴まれるということがないように、常に周りを警戒しておきましょう。巨人が遠くにいる場合、首に直接アンカーを刺して接近すると掴まれやすいです。円運動を繰り返すようにして移動したらいい感じになります。1、斜め前方にアンカーを刺して、左スティックで旋回します。2、アンカーを刺した場所より前に出たらアンカーを外します。3、左右反対の斜め前方にアンカーを刺して、左スティックを使わずに慣性を使って旋回。これを繰り返していきます。あとは、巨人の射程範囲内に入ったと思ったらすぐに逃げるようにしましょう。そろそろ鎧の巨人が出るかと思います。鎧の巨人は横から近づこうとすると掴まれるので、空高く飛んで上から攻撃するといいです。鎧の巨人が出現しました。討伐数が14、31、51、74、91の時に出現することが多いです。うなじを攻撃されると一瞬動きを止めるので、このようにはめたりできます。でもはめるのは難しいかと思います。なので、この高い建物に避難してください。アンカーを片方だけ刺してたり、フォーカス移動してる時はワイヤーを巻き取り続けるとアンカーの場所に張り付くことができます。鎧の巨人のジャンプ刃は、15メートル級気候種のジャンプは被弾してしまうので注意しましょう。この屋根に乗ったら、上からうなじを攻撃します。こんな感じです。屋根の端っこで眺めてると鎧がジャンプしてくるので、真ん中で待機するかジャンプする前に攻撃しましょう。うなじを攻撃したら、ガスジャンプをしてすぐさま距離を取った方がいいです。うなじを攻撃する際、中心にある星マークを切るとクリティカルになります。ブレードの先端で切るようにするとクリティカルが出やすいと思います。刃が折れたらすぐ交換しましょう。手を下に向けなくても、腰に近づけるだけで OK です。被弾すると、画面が白黒になることがあります。瀕死の状態ではどんな攻撃を食らっても即死なので、回復するまで待ちましょう。さっきの建物の上でもいいですが、この塔の上では鎧が岩を蹴飛ばしてこない限り安全です。しかし、鎧は偏差打ちして岩を蹴ってくるので、壁のできるだけ高いところに張り付いた方が安全です。
雷装はエイムの自動補正かけられて偏差打ちできないってに鎧はできるの不公平じゃない。走ってる巨人に斜め後ろから雷装を撃っても自動補正のせいで当たらないし、エイムの自動物資がなくなってしまうと大変です。物資を回収するときが一番巨人に掴まれやすいですよね。鎧の巨人は、討伐数が14、31、51、74、91の時に出現するので、その直前に回収しておくのをお勧めします。あとは飛行種に追いかけられてない時や、場に巨人が少ない時に回収しておきましょう。場に巨人が少ない時、その巨人を倒すと飛行種が溢れ出るように湧いたりするからです。周囲に巨人がいる場合、巨人を巻いてからの方がいいです。死ぬな、生き延びろ。巨人の攻撃に当たりそうだと察したら、ガスジャンプやガスダッシュで避けましょう。避けるタイミングは過去の経験をもとに判断します。巨人の腕が届きそうな範囲は大体ヤバいです。射程範囲に入ったと思ったら、掴まれる前にガスジャンプで避けましょう。適当な場所にアンカーを刺して、ガスダッシュをして急いで避けてもいいです。でも大体間に合わないことが多いと思うので、ガスジャンプで避けるのをお勧めします。ガスジャンプは左スティック押し込み、ガスダッシュは右スティック押し込みでできます。74体以降は飛行種が大量に湧いてきます。できればスポーン直後に勝った方がいいですが、難しかったら、鎧の巨人や飛行種がダマになってるところから一番遠い巨人から勝っていきましょう。参考しやすいように手加減してやってましたが、何度も死にかけたので巨人の群れに突っ込むのはお勧めしません。スロー中に巨人を攻撃したら、次にアンカーを刺す場所をすぐ決めるのがコツです。ちなみに、スロー中は巨人に掴まれません。スロー解除直後に掴まれたりはしますが、90体以降の様子です。飛行種が湧いたらすぐ倒さないとエグいことになります。難易度アッカーマンでクリアしたし、まあ大丈夫やろ、と鼻こじってましたが、今めっちゃ本気でやってます。ここまで来て偏差打ち岩で死にたくないので、100% 安全な壁に逃げています。皆さんも逃げまくって心を落ち着かせましょう。鎧と怠慢であれば、ジャンプ直後の隙を狙って上から叩くのもありです。とりあえず色々試してみましょう。よくある困ったこととして2つ解説します。指を切りにくい。よく掴まれる。まずは指を切りにくいことについてです。無垢の巨人に掴まれても一撃で指を切れるので問題ありませんが、鎧の巨人に掴まれると面倒です。二股ブレードなどの耐久力が低い武器では高確率で握りつぶされてしまいます。指を切る際のコツは、掴んでる方の手首を狙うと指を切りやすいです。そして困ったことは、刃が折れた際に刀身を捨てられないタイミングがあることです。ヒットストップ中は刃を捨てることができません。ヒットストップとは、攻撃を与える瞬間に動きを止めたりすることです。そしてヒットストップは刃が折れていても指に当たっていれば発生します。掴まれてる時に刃が折れた音がしたら、腕を振らないようにしましょう。次はよく掴まれることについてです。巨人の動きを見て掴んできそうだと思ったらガスジャンプで避けます。コツは、巨人の腕が届きそうな範囲に入らないように飛ぶことです。たくさん巨人と戦って距離感をつかみましょう。いかがでしたか？ぜひサバイバルに挑戦してみてください。あとライソを使ってみてね。ご視聴ありがとうございました。